こんにちは、本林です。今日はちょっと 95H についてまた語らせていただきたいと思います。前に解説動画は、発売前に出したんですが、去年の秋ぐらいからね、僕の SNS の DM などを通じて 95H に関する質問がね、すごく増えてきてます。できれば直接お会いして説明したいぐらいなんやけど、ちょっとさばききれんぐらいの数に今なってます。解説動画見たけども、あんな 30g から 300g が同じロッドでキャスティングできるなんてにわかに信じることができないという方で、また友人のを借りて使ってみて、魚がヒットしてファイトしてる時にあんな柔らかそうなロッドやったのに、そのリフティング力に驚いたと言われる方で、あと自分でも 95H を持ってるんですが、範囲が広すぎるというか、ポテンシャルが高すぎてどこまでどう使っていいのか持ってるけどわからないという方、そういう方のために以前の解説動画と重複するとこはいっぱいあると思いますが、ちょっと違った角度でもう一度 95H を見ていただきたいと思います。まず、95H のこの範囲の広さというか、このポテンシャルのすごさをちょっと今リールを全部付け替えた形で表してみました。これ5000番で2号がついてます。これ8000番で4号、これ2万番で6号、これもロングリーダーで1万4000番をつけてます。で普通やったらこれが言ったらミディアムで、これが HH のように見えますが、実は同じ全て 95H です。この1本でこれだけの範囲をやれてしまうロッドなんです。95H をこう作るにあたってね、こういういい性能を出すためにブランクもちょっと分厚かったりもします。なんで自重はそんなにめちゃくちゃ軽くないです。一番大事にしていることは強さ、そこを求めて軽いためにそれを犠牲にするということはしてません。軽いロッドもありますが、リールがやっぱりかなり重いんやね。このだいたい5000番で、400g 台で、この8000番で 600g の後半、約 700g 近く、2万番で 900g、1キロぐらいですね。だから調子と強さ、それとどのリールをつけた時でも振りやすいようなバランス、そこに集中して作ってます。はい、それじゃあキャスティングレンジの広さ、 95H のマジックをちょっと見ていただこうと思います。まずこれ5000番で2号で、ルアーはセットアッパーの 26g、 肩やこっちの方は同じロッドで2万番6号で、300g の重り80号をキャスティング今からしてみます。その比較です。はい、十分乗り感がある形でいけてます。次に80号 300g、 同じロッドです。ということやね。同じロッドでセットアッパーの 26g、300g の重りがフルキャストできてしまう。これ 300g です。だからジグに相当して 300g と考えてもらってもいいです。
これ今沖に潮があって、潮にも結構 300g の重りが引っ張られてます。それがと十分 300g をコントロールできる強さがあるということですね。ということで、こんなマジカルなことができてしまうのがゼナックの積層技術と DBL パワーブースターのおかげで、このロッド 95H にはマジックがあります。一番言いたいのは軽快さ。MH のフィーリングで使えて、疲労が少ないのに20キロを超えるような大きな魚がかかっても限界のパワーを出してリフティングすることができるということやね。はい、今から一つ一つのルアーごと、それのルアーを引く時のティップの動き、キャスティングのカーブを見ていただきたいと思います。まずは2号で5000番でのミディアムクラスの 95H でセットアッパーの 26g。 十分な距離です。飛びすぎるぐらい飛んでます。で、ティップの動き見てください。このセットアッパーの動きすべて分かります。このティップ、セットアッパーの動きをフルに出せるだけのソフトさがあります。これがミディアムクラスで使った時の、95H です。次が8000番で、ラインは4号 P の4号、ルアーは、ラピードの19センチです。みんなが一番多分対応するとこ、一番使いどころやね。大きすぎず小さすぎず、これがちょうど H です。このラピードの動き、フルに発揮さすだけのティップがあります。柔らかさがあります。適当にティップが負けてラピードがダイブした時の泳ぎを妨げず、最大限に大ペンの動きを発揮させるティップです。この辺に合わせて設計してます。今これ海面なだらかなんでそんなこのロッドの良さが出てませんけど、もっともっとチョッピーになってきた時、飛び出してなかなかダイブせえへんような時にも、ちゃんとダイブするような形のソフトさ、ルアーの動きを最大限に出すのとミスダイブが少ないソフトさがティップの中にあります。このロッドのティップ次第でルアーの動き、魚に対するアピールは大きく違ってきます。95H タイプ R、 この RG がついたモデルです。これには全部グリップがこのゼナックのオリジナルグリップがついてます。スピニングリールはどうしてもこの巻く時にこうなるんやね。これを止めたりして非常に操作が早巻きの時もキャスティングも、ファイトはまあ上持ちますけども、ファイトの時でもここ持ってする人は非常にこれいいグリップです。キャスティングの疲れもね、ノーマルの今までの富士山のグリップ使ってるよりこの方が疲れも少ないと思います。感触非常にいいです。続きまして14000番のリール、
で、これオーシャンです。でルアーがラピードの F230 100g 超えです。これラインシステムはスペーサーで PE の16号を7メーターほど入れてます。でフロロのこれ先が60号です。この 100g 超えぐらいのペンシルになってくるとね、ただロッドで投げれる投げれへんやなしにね、これを飛行姿勢、いい飛行姿勢でちゃんとそういう修正ができるかどうか、かなり割と強いロッドやないと飛行姿勢がコントロールできずにこんななってルアーが飛んでいきます。そんなならんように飛行姿勢をちゃんと制御できる強さも持っているというところを見ていただきたいと思います。綺麗に飛んでます。今アクションでもこの大きめのダイビングペンシルに負けないだけのトルクあります。チョッピーでもこのクラスのルアーがミスダイブしないように水上がいいためのティップ、その後を引いてくるこの辺りからの強さ、それとこの辺りでキャスティングの時にちゃんと飛行姿勢をコントロールすることができます。次は GT 用の抵抗の大きいポッパー 140g あります。最大限のセットアッパーの動きが出るティップなんで、かなりやわいロッドやと思われたらあかんので、この GT 用のポッパーちょっとこの動きも見てもらいます。はい、 140g です。こんなポッパー言うたら硬い棒みたいなロッドやないと、うまくポッピングせえへんと思われる方多いと思うんだけど、実は海面が今みたいにほぼフラットやったら問題ないけども、ちょっとチョッピーになってきたらボンとポッピングした時に上へ跳ねて飛んでいってしまいます。まずこのポッパーでもしっかりフェードイン的にぐっと水上さしてからボゴッと引っ張る形、要はフェードイン的なものはいるということ、それが一番このポッパーで泡を出すのにミスがない調子です。ここで水をかましてこの辺りで引く、その辺もかなり考えて調子作ってます。次はこれちょっと2万番で大きいですけども、トリプル H クラスの感じですねを見てもらうのに、このちょっとジグで見てもらいます。これが激闘ジグの 250g です。セットアッパーがあんな投げれるのにこの 250g をアクションさせられるのかということやね。そこをちゃんと見ていただこうと思います。よー飛ぶわ。ちょっと潮の重さも出したいんで落とします。まずこれでロッドティップ見えるかな。ちゃんとフケが出てると思う。これしっかりジグを動かしているということやね。で速い動くにも対応します。セットアッパーも投げれてアクションも引き出せるのに、この 250g のジグもキャスティングできるし十分動かせるというのは、ちょっとすごくないという感じですね。
これもマジックです。それとね、今もう一度ちょっと近場で投げますけども、グリップです。このうちのヘキサゴングリップです。何のためか言うたら、ファイトの時もちろんなんですけどね、ジグなんかを動かす時にね、いちいちリールシートだけ持って 900g のものを動かす必要ないんやね。ここ普通やったらこの前を持っても丸いから、こういう動きがギクシャクしてしまうんやけども、ヘキサゴングリップなんで、これを固定できるので、ここを持ってこれリールを動かすのを最小限に軽いです。ここを持つよりはるかに軽く動かせる。これがヘキサゴングリップの使い方です。はい、それじゃあ質問の多い、ロッドの長さというか、今10フィートを使ってもらってる人やったら、これ95、7インチ短いです。95で。で、その短さに対して不安感がすごく強いようなんで、その辺の利点も含めてちょっと説明します。これが10フィートで、これが95です。長さの差で言うたらね、この2つがね、実際このぐらいの長さの差です。こう見たら割と差が大きいようやけどね、実際のこのフィールドの中で10フィートにはまた10フィートの足元まで引くとか、そういういろんなところのメリットはありますが、通常に魚が来るまで振って、で魚をリフティングしやすい方が、メリットは多いと思います。要するにこの長さ、力のモーメント、このリフティングする時のこの力やね、これは長さのこっから先の長さの事情に比例してきます。この力はだからただのこれだけの差というのじゃなく、リフティングする力は大きく変わってきます。リフティングだけやない、キャスティング、ルアー操作、全て大きく違ってきます。その利点を生かしたのがこの今9号の長さです。で、うちは20年以上前に出したロッドで 96HH というのがあります。すごいヒットしたロッドなんで、多くのユーザーがいろんなところ、外国にまで持って行って、この長さで問題ないというしっかりした実績の結果が出てます。だから短いから取れないということはまずないです。大丈夫です。安心してこの9号を使ってみてください。リフティングパワーを見ていただきたいんで、ちょっとやってみます。これで、15キロ負荷、これで15キロ負荷です。これ2、3キロかな、もうちょっとあるかな。初めのここはとにかくよく曲がります。ここはよく曲がる、楽にこんな感じで曲がります。この後がこっからトルクがあります。これでもまだ15キロ出ません。で、実際出るのはこれ15キロ。はい、これの実際15キロいったらこういう足場の磯で本当は実用的じゃないです。はまります。要は H にも相当するし、 HH にも、トリプル H またはペケペケ H にも相当するだけのリフティングパワーがあるということです。これが一番 95H の真骨頂のリフティングパワーです。
磯で、キャスティングレンジの広さとかこのアキラ 95H のいろいろ性能を見てもらったと思います。MH クラスのロッドのようなフィーリングで疲労感も少ない状態でトリプル H またはペケペケ H のリフティングファイトが最終的にできるということ、それが一番言いたいことです。疲労感軽減が何でいいのかというたら、この釣りロックショアの釣りはいつ目の前を魚が通るか分かりません。だからできるだけ振り続けられたら振り続けられる方がいいわけです。疲れやすいロッドよりはどうしても休憩が多くなる。でそれがこういう疲労感の少ない MH のような感じで振れるロッドやったらずっと長く振り続けることができるということ。それは魚との出会い、間違いなく魚との出会いの確率を高めます。で、15キロのリフティング見てもらったと思うけど、あれは結局このロックショアでは上限が場合によっては20キロ30キロ、ひょっとしたら40キロが出てくるかもしれません。そんな時でもちゃんと対応ができるロッドということを表したかったわけです。ということでアキラこの 95H はあなたのヒット率を間違いなく高め、かかった魚がひょっとしたらでかかって30キロ40キロやっても自分の思いっきりの力を出してリフティングできる性能を持ったロッドということ、それがミュートスアキュラ 95H です。